は日モの48分の1スケール川崎錦福座戦闘機キヨン15というの仮組みを行います。日モの48分の1スケールね。確か日モオリジナルの金型キットと丸3の金型キットに分かれてましたよね。そうそう、トリューは日モオリジナルの金型キット。50年くらい前のキットなのね。当時としてはハイディテールキット、操縦席のパーツが細かくオモールドオーリベットを採用していた。なるほどね。ただちょっと見過ごせない部分もあって。見過ごせない部分。このキットは兵型を謳っている。パッケージには特に記載がありませんが、組み立て説明書に兵と書いてありますね。それだとおかしい部分もあって。おかしい部分。まず胴体下部に 37mm 砲を装備している。 37mm 砲って戦車砲？そうそうですが、 37mm 砲を装備してたのはオツ型みたい。兵型は 20mm 機関砲に変えているので。それと機種に関してなんだけど、ここには 37mm 機関砲を装備してるはずだけど、穴も開いてませんし何もついてませんね。さらに斜め銃に関しても少し変です。細かく指摘してきますね。斜め銃は低装備というらしく、兵型もこの改修を受けた機体があったみたいです。なら問題なさそうね。この斜め銃を装備した兵型は胴体下部の 20mm 機関砲を外してるみたい。あっちが良ければこっちがダメ。兵型の正しい姿をまとめると、斜め銃なし、機種の 37mm あり、胴体下部の 20mm あり、兵型低装備の正しい姿は斜め銃あり、機種の 37mm あり、胴体下部の 20mm なしってことです。結局兵型にはできないってことね。こだわる人が対応すればいいだけの話ですが、知らなければスルーできる話だったのに。スルーできない人は長谷川版をお求めください。ところでトリューってどんな戦闘機なの？トリューは日本陸軍が採用した総発複座戦闘機。この時期各国で総発戦闘機が開発されています。万能戦闘機として期待されていたんでしたっけ？そうそう、爆撃機の護衛随伴、爆撃任務から偵察任務と期待された。結局うまくいかなかったと。いくつか成功と言える戦闘機もあった。 T38 やモスキートなどかな。トリューはどうだったの？爆撃護衛任務は T40 に惨敗を喫したみたいね。それでどうなったの？対地対艦任務に活用されたようだけど、最も活発に運用されたのが本土防空戦となる B29 の迎撃任務ね。そうそう、北九州での迎撃任務が最初かな。 B29 のみ26機撃墜のエースも生まれた。それはすごいわね。 T51 が随伴するようになると迎撃任務も難しくなったみたい。 T40 に惨敗してるので T51 が相手だと。そうですね。投降者が住む関東でも体当たり含め視力を尽くして戦っていただいたようです。体当たり攻撃で2機同時に落とすなどもあったみたいで、体当たりした敵機の破片が後続機を落としたようです。この体当たり攻撃は空対空の特攻なのね。そうなのですが、空対艦の特攻とは違って生還することも多かった。むしろ生還を求められていたのかな。とはいえ空中衝突なので命がけね。尊い犠牲を払った先人たちへの感謝を大事にしないといけませんね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストはまさに B29 を撃墜したトリューなのだ。飛行第53戦隊の機体かしら。機体番号は25、赤い帯がありますのでさざ波隊のさっさ隊域かな。ふむふむ。では中身を開けていくのだ。胴体パーツが2枚、薄いグリーンのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類、すべて飛行第53戦隊所属機で機体番号65のみ塗装図がある。他のマーキングは指示がないのね。パッケージイラストのさっさ帯域、空対空特攻機の新天制空対となる。なるほど。部品点数は94点。総発戦闘機ということで部品数は多いですね。では日モの48分の1スケール、日本陸軍錦福座戦闘機キヨン15というの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。
操縦席は全部で8パーツ。操縦席床に座席と操縦桿なのだ。はやぶさに比べると少ない構成ね。実は胴体に接着するパーツもある。右胴体には3パーツを取り付ける。左胴体には1パーツを取り付ける。この他にケーキパネルも取り付けるのね。ケーキパネルはモールド表現となっている。パイロットはついてますね。塗料は複座なのですが、パイロットは1人のみです。次は胴体下部の 37mm 砲ね。胴体下部部分に砲と薬莢受けを取り付けるのだ。ここは本当は 20mm 機関砲なのね。投降者はスルーします。次はエンジンですね。エンジンは総発エンジンとなるので2セット作る。エンジンは7パーツ構成となっている。は102エンジンで、海軍だと水栓エンジンでしたね。次はカウリングとなる。こちらも2個作るのね。カウリングは3パーツ構成。左右分割されたカウリングにカウリングの全部品を取り付ける。最後にプロペラね。プロペラは全部で3パーツ構成。3枚プロペラをスピナーで挟み込む。こちらも2セット作るのね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席と尾輪、胴体上の斜め銃、胴体下部の 37mm 砲を挟み込んで接着。結構挟み込みますね。操縦席前に照準器を取り付ける。胴体のモールドはどうでしょうか。オーモールド、オーリベッドとなる。全体的にしっかりと入っています。主翼はどうでしょうか。主翼は左右それぞれで3パーツ構成。ふむふむ。左右それぞれ上下分割となっている。主脚庫の隔壁パネルを挟み込んで接着する。組み立て説明書には試着もここで組み込んでますね。後からでも組み込めそうなので一旦は隔壁パネルのみにしました。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらもオーモールド、オーリベッドとなる。胴体同様でしっかりと入っています。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ2パーツずつ。上下貼り合わせたら胴体に差し込む構造。垂直尾翼は方向打作動レバーを取り付けね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となっていますが、操縦席の開閉選択はできない。単純に前席と後席でキャノピーが分かれてるだけね。斜め10部分は別パーツとなっている。窓部分のみクリアパーツとなっている。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで7パーツ構成。タイヤと試着の構成ね。タイヤは分割となっている。焼きごてで潰す指示があります。動かしたければってことね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。なるほどね。続いて細かいパーツの取り付け。アンテナと気筒管ね。最後に総評なのだ。今回は日モの48分の1スケール、川崎錦複座戦闘機というの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。2007年に長谷川が出すまでは唯一のキット。はやぶさ同様の表面モールドが美しい。パーツの合いはどうでしたか。基本的には問題なしかな。主翼の付け根に隙間が発生しました。ここはプラ板などで埋められそうね。塗装指示が曖昧なのが気になったかな。塗料の明細塗装は難しいので、左側メンズだけではなく右と上下も欲しかった。世界の傑作機などを参考にするしかなそうね。マーキングも3種類ついているけど貼り付け指示がない。昔のキットなので仕方がないのかもね。とはいえ同時代のキットからも精密感などで抜きん出ている。現在組み立ててみても大きな問題はありませんでしたね。日モの48分の1スケールでオリジナル金型で残されているのは救急襲撃機と赤とんぼ。次回以降で取り上げられたらいいですね。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。